皆さんこんにちは、ルリコです。じゃあ本日は私が愛用しているワイルドウィングの厚底のブーツを徹底レビューしたいと思います。ずらっとこのブーツが並んでいるんですけど、このブーツはワイルドウィングの代表的なファルコンっていうブーツのそれぞれソールの厚さが違う種類となっています。私がね今履いてるこのロングブーツもワイルドウィングさんのブーツなんですけど、私の動画を見てくださってる方だったら分かっているかもしれないんですけども、ほぼ私の動画に出てくるブーツはこのブーツたちといっても過言ではないぐらいめちゃめちゃ愛用してます。そして今回言いたいのが案件とかじゃないので、本当に一使用者として今回の動画を作ろうと思ってます。というのも私はいろんなねバイクに乗る機会が多くてですね、足つきがいいバイクだったり足つきが悪いバイクだったりいろんなバイクに乗ることがあって、中でもやっぱり足つきが悪いバイクに乗るときはすごく助けられているので、そういう足つきに不安を持っている方の参考になったら嬉しいと思って今回動画を作らせていただきます。というわけでですね、もう後ろにも見えている通り、今回は私の愛車であるはやぶさとデートナをちょっとお友達に手伝ってもらいながらトランポしてきて2台絡めてですね、このブーツたちを徹底的にレビューしたいと思います。はい、それではですね、ずらっと4足並べてあるんですけど、それぞれソールの厚さが微妙に違っているので、そちらを紹介したいと思います。まずこの4つともファルコンという名前のブーツです。で、一番奥がですね、つま先部分が約 13mm、ヒール部分が 35mm、2番目がつま先部分が約 25mm、ヒール部分が 5mm。こちらの手前2つはですね、超厚底仕様となっていて、実はこれはオーダー受注生産品となっています。こちらがですね、つま先部分が 35mm、ヒール部分が 55mm で、こちらがですね、つま先部分が 50mm、ヒール部分が 80mm となっています。で、私がですね今まで一番使っていたのがこの2番目のつま先部分が 25mm のものをずっと使っていました。で、これはねもう普通にお店とかでも売っているものなんですけど、はやぶさを納車してからですね使うようになったのがこの受注オーダー品の 35mm になっています。この 10mm の差がかなり大きくてですね、それも後で比較しようと思います。で、あとはこれですね、これはもう 50mm っていうので、多分皆さん気になられるのが、これ操作しにくいんじゃないのってよく言われるんですよ。後ほどやります。はい、それではですね、この4種類ともソールの部分は違うんですけど、他の部分は共通していろんな秘密があるので、そちらも紹介したいと思います。これはねもうワイルドウィングならではのすごいところっていうところなんですけど、ソールがすごいです。このワイルドウィングのソールはですね、このヒール部分が斜めカットになっています。この斜めカットになっていることによってですね、ブレーキペダルだったりシフトペダルがですねすごく踏みやすくなっています。この斜めになっていることでシフト部分のここにねしっかりねここにペダルが当たるので、ブーツ自体も傷まないですし余計な力がいらないっていうメリットがあります。はい、そしてこのソールの部分なんですけど、普通の他メーカーさんとかだとこのソールの部分がサイズが例えばこれは 23.5 なんですけど、これが 26cm とかになった時に、このソール自体はこれも同じサイズ 23.5 なんですけど、このソールを見てもらうと分かりますかね。分かりますか？ここのヒールの部分の大きさが全然違いますよね。この大きさが違うことで何が起きるかっていうと、正しい位置でペダルを踏み込めないので、シフトペダルがこういうガードにしっかり当たらないでチェンジすることによってブーツが傷んじゃったりとか力が入りにくかったりするっていうデメリットがあります。ワイルドウィングはそれぞれのサイズに合ったソールになっているので、踏み込みやすい、使いやすいっていうことです。はい、まだまだソールあります。ここのね桜の部分も可愛いんですけど、これがとっても滑りにくくなっています。あとはここの溝の部分ですね、これはフレキシブルサポートっていうみたいなんですけど、この溝があることによって新品でもぐっと曲げやすいですよっていうメリットがあります。新品の革のブーツって硬いじゃないですか。
他の本革のブーツと比べても私は最初に履いた時にこれ新品なのにこんな柔らかいんだって感動したレベルだったので、やっぱこういうのが効いてるのかなって思います。あとはここのパターンがまた変わっていて、これがブレーキセンサーっていうんですけど、ここが他の部分に比べるとフラットになっているのでコントロール性が良くなりますというぐらいにですね、ワイルドウィングのソールはめちゃめちゃこだわりがあります。はい、それでは実際に4種類のブーツを履き比べしていきたいと思います。まずははやぶさからです。このはやぶさのシート高は 800mm となっております。そして車両重量は 264kg で、私の身長は 161cm です。はい、ではまずですね、こちらがつま先部分が 13mm のタイプです。上がります。引き起こし、よいしょ。はい、こんな感じですね。両足は一応ついてます。つま先の部分が両足ついてる感じですね。シフト部分はこんな感じの操作感です。特になんか違和感なくシフト操作はできます。よいしょ。はい、そして2つ目ですね。こちらはソール部分が 25mm のタイプです。上がります。だいぶ変わりますね。違いますね。よいしょ。さっきはつま先部分がついてた感じなんですけど、かかとの裏全体がつくようになりました。ベタ足まではいってないんですけど、ほぼベタに近いかな。でシフト操作ですね。全然普通にシフト操作もできています。はい、続きましては超厚底タイプの 35mm のブーツです。いきます。もうこれですよ。このね、起こす時が全然違うんですよね。これは軽くベタって感じですね。もう多分もうソール的にも全部足ついてると思うんですけど、これは多少こう風が吹いてふらついても耐えられるぐらいの安心感はあります。はい、シフト操作です。ここまで来ると最初はですね、私 25mm の方で慣れていたので 35mm に変えた時はちょっと違和感ありました。このね、シフト操作する時に若干ここがいてってなる感覚はあったんですけど、これは慣れですね。慣れちゃえば本当今何とも思ってないんですけど、ご覧のようにシフト操作は普通にできます。ちなみにはやぶさはシフトペダルの位置とかは調節してないです。はい、では4つ目です。こちらも超厚底タイプのつま先部分が 50mm のタイプです。もうまたがるのもすごい楽。またがるのもすごい楽。すげえ。はやぶさこう起こす時が結構表って思う時あるんですけど、全く思わないですね。わー、これはベタでシフト操作、はい、わかりますかね。これシフトペダルの位置はこんな感じです。若干ですね、こうシフトペダルがブーツの端の方で操作してる感はありますね。こっちですね、ダウンする時はここのすね、やっぱりここのすね部分がクーってなります。クーってなるけど、できなくはないで、正直今ちょっとやりづらい感はあります。あるけど特別に調節しなくてもそのままで操作はできます。はい、それでは次はデートナでチャレンジしてみたいと思います。デートナのシート高は 825mm です。車両重量は 187kg です。軽い。はい、それではまずですね、このソールが 15mm のタイプです。またがります。はやぶさよりですね、デートナの方がシート高高いんです。だからちょっと怖いな。高い。はい、これはね、つま先がツンツンでございます。片足だとベタですね。でシフト操作はこんな感じです。 15mm は一番ペダルをこうなんか感じますね。足の裏で一番やっぱ素足に近い感じがする。はい、では続きましてはこっちのソールが 25mm のタイプです。もうね、この 25mm タイプには大変お世話になりました。デートナさん。よし、いいですね。やっぱさっきとは全然違う。はい、こんな感じです。母子球がしっかり全部ついてるような感覚ですね。シフト操作はこんな感じです。
ちょっと足をこうぐっと外に広げる感覚です。はい、ではお次はですね、ソール部分が 35mm のタイプです。厚底です。またがりますあー、安心する。かかとがあとちょっとでつきますぐらいです。でもこんだけついてんと本当に安心。はい、片足だとこんな感じです。ペダル操作はこういう感じですね。そんなに違和感ないですね全然違和感ないです。はい、ラストはソール部分が 50mm の超厚底タイプです。なんかもうすごいまたがりやすい。すごい、なんか 250cc かなぐらいのベタ足です。ベタ足片足だとこんな感じですね。とっさにこう足をこう組み替える時とかに思いのほかこのソールがぐっと中に入るからちょっとこうワンテンポ遅れる可能性はあるかもしれない。はい、シフト操作。これはねちょっとこう結構なガニ股になってからぐっと入れるタイプですね。グッとよいしょ。でこの超厚底の 50mm のものに関しては結構こう SNS で見かけていても賛否両論いろんな意見があるのを見かけました。シフト操作しづらいんじゃないとか、足を出した時にそのままクキってなっちゃうんじゃないかとか、そういう意見があるのを見かけました。それも正しいっちゃ正しいと思います。私もこの 50mm のを履いた後に 15mm の一番薄いのを履いたら地面こんなに感じるんだってぐらい接地感っていうのは正直この超厚底になるとないですね。地面を感じたりとかペダルの感触を感じたりとかそういうのは薄いと思います。それぞれ個人が何を取るかかなというふうに私は思っていて、特にね女性の方とか背があんまりない方とかは足つきってすごく重要なものだと思うんです。で憧れてた車両に頑張って乗るってなった時にこういう厚底っていう選択肢があると頑張って乗れるかもしれないじゃないですか。だからそういう手助けになるっていう部分ではその人がそれで犠牲を払ってでも足つきの良さの方を取りたいっていうんだったらそれでいいんじゃないっていう個人的な意見でございます。実際私もこの超厚底を履いた時はですね内見の時に履きました。ていうかこれじゃないと内見は乗れなかったんですよ。それがあるからこそ乗れるバイクの選択肢が増えるっていう意味でも私は本当に助かっているので、これからも愛用したいなとは思っています。ちなみにですねこのブーツを初めて履く時硬いなとか思う方にはまずですね靴紐をちょっと緩めてあげてください。で特にこの辺りですね、この辺りの靴紐を緩めてあげること、あとは屈伸をしましょう。こうやって屈伸をして皮を柔らかくしてあげてください。これでだいぶ変わってきます。はい、今回4足履き比べてみたんですけど、この中で私が今一番使用していてお気に入りなのがこのソール部分が 35mm、はい、こちらは超厚底の横断品となっております。ちなみにはやぶさ納車してからもう使いすぎてソールが剥げましたで修理に出してもらいました。はい、それぐらい愛用してますということです。それぞれねソールが違うことによっていろんなメリットとかデメリットとかがあるので、そこは個人の気にしているところを重視したブーツを選んでいただければなと思います。この動画が足つきに困っている方の参考になったら嬉しいです。皆さんのバイクの幅が広がりますように。今日は私が愛してやまないワイルドウィングのブーツの熱弁させていただきました。最後までご視聴ありがとうございました。バイバーイ。メモリーカードには気がありません。When you're away, do I miss you? Is it just because I can't kiss you? Is it dishes in the sink or the lack of a wink? Or just